最終回を目前に控え、最新話でシリーズ最高評価を更新したドラマ、将軍。アメリカテレビドラマの最高峰であるエミー賞受賞は確実と言われるほど、素晴らしい完成度を誇る本作はしっかりした日本描写と重厚なストーリー。そして演技派揃いの俳優たちによって紡がれています。登場人物の中でもひときわ、異彩を放つ、貸木やぶしげを演じる浅野忠信に魅了される視聴者は日本のみならず海外にも多くいるようです。今回は、将軍のシーンスティーラーとして注目されているそんな海外の反応をお届けします。なお、ドラマ最新話までのネタバレを含む内容もありますのでご承知ください。彼には常に注目するべきだ。長門が岩に頭を打って亡くなった経緯について話したとき、長門たちは藪重の最高のセリフを見逃した。茹でられるよりは悪いが、犬に食べられるよりは良い。彼の功績はミームに残るだろう。私たちお気に入りのバカ面。私はこのキャラクターと俳優釘付けです。彼のうなり声、ため息は最高の演技だ。世界最高のノイズメーカー。彼にはゲームオブスローンズのリトルフィンガーのような雰囲気を感じる。欺瞞に満ちていて、野心的で、狡猾で、両サイドを翻弄する。それはソウとトラナガはネットスタークみたいだから、最後に死なないでほしいな、笑い。彼を愛し、同時に憎む顔。藪重のこれがたまらない。彼は史上最高の、の顔をすることができる。藪重は、FML、体現したようなキャラだ笑い。彼こそ最高だ。彼は日本のトム・ハーディとでも言おうか。それに匹敵するうめき声を持ってる。黒いとんがり帽子を頭の上にきちんと置かず、横に倒して被っているところがやぶらしい。彼の演技は私に三船を思い出させる。畜生、7人の侍を見たばかりだが、浅野なら絶対に素晴らしい菊池を演じるだろう。彼は三船敏郎の再来です。侍を演じるために生まれてきた。安心を剣での戦いに誘導した時の彼は脅迫的だ。このスレを立ててくれてありがとうございます。浅野忠信はすごいです。浅野は日本映画界の大御所だ。彼が善人役を演じたことは記憶にない、わら。彼の最高の演技を見たいなら、殺し屋一を見るといい。この男を憎むべきだとわかっているが、私はどうもそれができなかった。彼は次の将軍になる必要があります。賛否両論あろうがなかろうが、私は彼を最後まで応援するよ。彼の表情は第1話から期待を裏切らない。藪重の感情豊かなところが好きだ笑い。彼が巻物で衣装何回も書いているということが本当に好きだ。彼が衣装書くのと同じ回数、この掲示板を見た。このスレを何回見たかわからないわら。ここを毎日繰り返し見ていたい。彼はとても自然なカリスマだ。彼の顔の表情はとても良い。小さな痙攣や瞬きなどには、多くの才能が必要だろう。後天のシーンで藪重と安心はお互いにうめき声を上げていたわら。私は少なくとも2回は巻き戻してみたよ。9話でついにブラックソーンを安心殿と呼んでいますが、この変化はいつ起きたの？みんなは彼が愉快なキャラクターだと考えているが、彼はドラマの最初に人間を生きたまま茹でたを忘れがちです。本当に忘れていたよ。この人は愛するに値する。誰もが感情を表に出そうとしない中で、藪重は様々な表情を披露しながらずる賢く振る舞おうとする。まるで口だけでなく目でも語っているかのようだ。彼が安心と話す最初のシーンを見ただけで彼の役が大好きになった。彼は私の一番好きなキャラクターだったのですが、9話を見て彼を許せなくなった。いよいよ本格的にヤバくなったら、虎長の味方になってくれるんじゃないかと期待していたのに、それどころか、マリコや他の大勢の人たちを殺してしまったから、もう応援できないよ、わら。とはいえ、超面白い素晴らしいキャラクターだし、俳優の演技も素晴らしい。浅野忠信は、現在活躍している俳優の中でダントツに優れた俳優の一人だ。彼は沈黙サイレンスで素晴らしい演技を見せてくれたし、47RONIN では景色を咀嚼するのがうまい。彼と野蛮人とのやりとりはいつも最高だ。安心が流暢な日本語を話せるようになれば、今みたいに会話も陽気になるから。最高に個性的なうめき声。私は彼を愛している。彼を縮めてポケットに入れ、物事に反応してうなり声を上げさせたい。それはやばい。浅野は脇役なので見落としがちですが、本当にとても良い役者です。この作品で彼を見た後、007年の映画、モンゴルでチンギス・ハーンを演じていたことを思い出したので、もう一度見返しましたが、もう一度見るに値するものでした。まるでアニメキャラが実写に出てきたみたいだ。
私も内場さんに同じことを思った。彼女の声とイントネーションは、アニメの教科書的な女性の悪役やヒールのように聞こえる。その二人と戸田広松の役者も同じように感じました。日本人は過剰な演技をするといつも文句を言われるが、それが日本のエンターテイメントの一番いいところだと私は思う。欧米では、ボーカルフライや鼻声の俳優がいるが、日本ではみんなうなる。みんなアルパチーノのようなしわがれた声をしている。阿部寛、玉木宏、阿部サダヲ、渡辺謙、役所広司エトセトラ。信じられないほど情熱的だ。私が気に入っているのは、歌舞伎役者の多くがメジャーな作品に出演していることだ。歌舞伎では男優しかいないから、女性の役は男性が演じる。だから、歌舞伎役者の中には、高い声を出すように訓練されている人もいる。そういう役者は、6代目片岡愛之助や2代目野村萬斎のような、意地悪でちょっとビッチな悪い男を演じることができる。最近では、アルパチーノのような声の俳優と、このような歌舞伎俳優を合わせるのが好まれる。まるでアニメを見ているかのようだ。クソかっこいい。彼はこの顔は今週末も仕事だと言われたばかりの男の表情と態度を完璧に表現している。彼の俳優はとても温かく素敵な笑顔を見せてくれそうです。彼もとても楽しく卑劣なキャラクターを演じています。ヤブは見ていてとても面白いので私のお気に入りです。千のは三池隆監督の殺し屋1。では史上最も最高な役を演じた藪重で再び彼の演技を見ることができて本当に嬉しい。このような主役を食う役者は、ブルーディテクティブ。シーズン1のラストコール以来見られませんでした。彼は物語全体を通して私たちの道化師のようなものです。私たち視聴者は物語を見守る王族であり、彼は私たちの楽しみのために王室の道化師としてそこに存在してる。顔、老いの海の処分を虎長と話している時の彼はコミックリリーフをとてもうまくやっていて、素晴らしいです。彼が私のお気に入りのキャラクターであることが嫌なのだが、その理由は、彼がクズでとても憎たらしいから。この俳優の演技を称賛する。第9話での使用人とのやりとりが好きだった。ポニーテールの彼は立派に仕事をしていたのにかわいそうなことにヤブは最初からただ罵倒していた。ヤブはずっと、いい加減にしろ、バカ。って感じだった。微妙なコメディの金字塔だった。私は彼が二面性を演じることを全面的に支持していたし、彼はとても楽しませてくれた。でも、最終回で死客を逃がしたことで、彼は虎長側につくんじゃないかと期待していたんだ。でも、死客を中に入れ、マリコや他の大勢の人を殺してしまった。だから私はもう彼を支持することはできない。石堂の味方をしたのは間違った判断だ。マリコの自害シーンを台無しにした。暗人ではなく、ヤブが彼女の解釈につけなければならなかった。ヤブは彼女の首を取るために絶対的にスラスラ喋ったし、彼女の決意を誰も疑うことはできない。9話はこれまでで最高のエピソードだ。浅野はヤブを本当に魅惑的なキャラクターに仕上げた。私はこのキャラクターが大好きですが、浅野によって予想以上のものにレベルが上がった。彼が他にどんな役を演じていたのか調べるよ。皮肉なことに、暗人との会話は風に小便をかけるようなもので、風が吹き返せば自業自得だと彼は言った。愚かなことだが、藪重がこのドラマで行ってきたこと、すべてのシーンで風に小便をかけることの例えにぴったりだ。顔。彼は愛らしくもあり憎らしくもある顔。この男の表現力豊かな音の幅広さが、ドラマのコミュニケーションの 90% を占めています。とても良い俳優だ。ははは、彼を愛さないのは難しい。